はい、どうもいいです。今回はですね、カメラ設定の方ですね、またまたおすすめの方を紹介していきたいと思います。久しぶりにカメラ設定について話すんですけど、今の設定とかも含めて、ついでに話そうかなと思ってますので、よければ最後まで見ていただいて、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。カメラ設定ですね、直近まで、この協力で20、10でやっておりました。で、20、10でやってて、正直あまり勝率的にも上がらなくてですね、急に調子が悪くなるというか、本当に勝率が勝てなくなるっていうのがあって、久々にというかですね、ちょっと試したいなっていうのがあったので、それを試したとこめちゃくちゃ良かったんで、そちらの設定を紹介したいと思います。で、その設定っていうのが、EWC ですね、直近でもありましたけど、前回別の大会、世界大会でも、アンダース選手が優勝した時に準優勝だったプレイヤーで、その選手も使ってたカメラになります。で、今回もベスト8までは行ってですね、EWC も、すごい結果を出してる方にはなるんですけど、そこの設定が、大体ここですね、シングルプレイを協力か、テレビ引きにやる方がほとんどだと思うんですけど、協力は、これはどちらでも大丈夫です。ただ、ここです。フット対戦重視カメラっていうことで、今作からできた設定になっております。これは FCS とかでも一部このカメラ使ってた方もいましたし、実際過去にも自分は使ったことあって、使ったカメラでもあるんですけど、これをするとですね、カメラとしては低い感じです。強力だとちょっと高さがあるんですけど、それよりも、高さとしては45度ぐらいですね。40度から35度ぐらいの角度になって、全体ですね、もう手前から奥までが見えるという形になってます。で、自分が直近451ばっかり使ってですね、やっぱり451って横のライン5枚っていうところで、奥とか手前含めて見やすくなります。めちゃくちゃ見やすいです。これは4411とかでも一緒だとは思うんですけど、っていうところで、序盤も使ってて、確かにこれでも FCS そのまま出たこともあってですね、ただ、ちょっとシュートがやっぱりうまくいかなくて、やめたっていう部分はあったんですけど、あとはスタジアム依存がちょっとあると。で、これは、UT のスタジアムであれば、ちゃんと対応してくれるんですけど、そうじゃなかった時にですね、特にリビライ系とかになるんですけど、CF は大丈夫なんですけど、あと大会も大丈夫ですね。対戦モードとかは大丈夫なんですけど、他の場合は、ちょっとそこが変わってしまうっていうデメリットがあります。ただUT のところであれば、基本的にはこのカメラ反映してくれるんで、そういったところで、メリット、デメリットはもちろんあるんですけど、このメリットとしてはですね、この後試合シーン、流しながら、ゴールシーンですね、主にハイライトで、残してますので、それちょっと見ながらですね、話せたらと思うんですけど、やっぱ全体が見えるんで、例えば相手がサイドチェンジしたいなっていう時とかでも、そこを比較的見つけやすい。サイド逆チェーンの、開幕のやつとかもあると思うんですけども、あれとかももう丸見えです。奥と手前も全部見えてるんで、逆に言えば、451とかでも、例えば走り出して相手がライン下げたディフェンスラインもちゃんと見えますし、反対側も見えるっていうところでも感覚っていうよりかはもう本当見えてちゃんと対応できるというふうになります。で、ただデメリットとしてはやっぱり距離が、ちょっと離れてますし、角度がきつくなったっていうところで、そこの関係ですね、ドリブルの距離感であったりとか、シュートの距離感ですね。シュート本当自分が思っている以上に、特に、設定の部分でですね、触ってる方に関しては、だいぶ影響は出るかなっていうところで、これは実際やってみたらわかると思います。ただ、個人的にはめちゃくちゃ使用感、本当上がったので、おすすめの設定になるんで、実際、CF の勝率もちゃんと上がりましたし、リビライとかも全部勝率上がりましたので、だいぶ沼ってたんですけど、沼は全然抜けれたっていうところで、CF も1回負けましたけど、14勝はちゃんとできましたので、そういったところで、カメラ自体は本当にめちゃくちゃありなカメラなのかなと思います。環境的にも。ただ来作これが廃止になる可能性も全然あるので、なんとも言えないんですけど、さすがに世界大会とか、他の大会とかでも使ってる方はちょこちょこ見るので、なくなるってことはないんじゃないかなと思いつつ、結構やりやすいカメラではあるんで、ぜひやってみてほしいなと思います。で、設定ですね。ちょっと久々に喋りたいなと思います。プリセットは対戦でシュートアシストは精度にしてます。スルーパス、ロブはセミセミで、グランダパスはアシスト、クロスアシスト、ロブパスはセミセミです。で、パスの受け手はずっと遅いにしてたんですけど、もうこれはもうアニメーション開始にやっぱり戻しました。理由としてはやっぱりもう一歩早く出してほしいっていうのと、ギリギリちょっと自分がトリガーなんとかの関係で走り出した時に、それと同時に、パスのタイミングとかですね、ちょっと
ミスることが多くて、それでちょっと遅いからアニメーション開始にしました。で、あと精密パスの感度は標準です。で、クリアアシストは方向指示で、守備は上級。これはオンですね。で、自動切り替えは、ルーズボールにします。これもなしにもしてたんですけど、それ以上、なしでコーナーキックとかですね、対応しやすくはしてたんですけど、それ以上にちょっとこの反応しないっていうところの守備が全く合わなかったんで、自分はこの設定してます。あと切り替えアシストは弱いです。で、右スティックはクラシックで、切り替え表示は選手基準。右スティック切り替え感度は4とか、3をずっとやってたんですけど、直近でなんか全然うまくいかなくなったんで1でやってます。で、次の選手切り替えはボードに一番近い。で、反応時間はこれはオフで大丈夫です。で、選手ロックはオンです。で、シンプルスキルムーブはオフになってます。で、セーバーシスターセミの、アナログスプリンターはオンですね。ここはだいぶ大きく変わっているところではあるかなと思います。自分もちょこちょこオンにはしてたんですけど、やっぱりちょっとオフでいいかと思ってたんですけど、やっぱり、迅速金の恩恵ですね。特にメッシとかめちゃくちゃ感じますけど、半押しによる、ドリブルの使用感の良さっていうところと、ドリブルですね。手下りよりも早く感じて、なおかつ、ロストしにくい。メッシに関しては手下りキーもつけておけば、そこの関係もつけれるんで、アナログスプリントオンはめちゃくちゃおすすめかなと思います。来作もこれ強くなるかわかんないですけど、結構過去作から含めてですね、ほんと作品によって強さが結構暴れてる印象はあるんで、今作に関しては普通に強かったですし、R2 に限ります、これに関しては。で、もう一つのサッカーゲームでもそうなんですけど、R2 で半押しっていうところができて、R1 で元々のダッシュしてる方に関してはその恩恵はないので、R2 であればこれはオンにする意味はあるかなと思います。で、この辺はオフにしてます。ということで、この後ですね、実際のシーン、映っていきたいと思います。カメラシーンですね、見ていただいて、実際、喋りはするんですけど、いいところあれば、ぜひ試してみてはどうかなと思います。では、試合シーンに移っていきます。そしたらですね、カメラ設定の方を見ていきたいと思います。カメラ設定のこの部分ですね、メリットとしては、やっぱりこの全体まで見える。451の特にメリットですね。これに関しては本当攻撃ビルドの時に、今のも、走らし、ビエラ走らして手前のイニャキであったりとか、この辺がもう本当に横からで全部見えると。奥側もそのまま使えるんで、非常にいいメリットであるかなと思います。強力ももちろん見えるんですけど、強力だと多少感覚の部分ですね、見えたりとかするんで、今のとかでも手前ないようには見えたんですけど、奥のイニャキとかもちゃんと見えやすいっていうところで、この辺のトリガーランであったりとか、相手の守備位置も比較的見やすいなっていうところになってます。強力でももちろん見える部分ではあったりはするんですけど、それ以上にこの全体が見えるっていうところと、守備は正直ペナ内はちょっと難しさは感じるなと思います。ちょっとイメージしてたよりも空いたなっていうところで、今のとかでも、イニャキ使おうとしつつ、ビエラの部分ですね。特にこの角度だから見えやすいって部分は正直あるかなと思いますので、個人的にはここの部分ですね。こういった形で実際試合は見えてますので、比較的攻めやすく、守備も個人的にはしやすいなって感じてます。451とか4411に関してはほとんど近い部分にはなってくるかなと思いますので、個人的にはすごいおすすめなカメラ設定にはなってるんで、ぜひ使ってみてほしいなと思いますね。こことかももう迷いなくやっていけてるというところですね。というところも込みで、ぜひ使ってみてはどうかなと思います。ということで、この後はですね、ご自身、とりあえず流してますので、気になるシーンあれば、ぜひコメント欄の方でお願いします。チャンネル登録、高評価もお願いします。それでは、また。